皆さんごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題は、今ネット上で第三次世界大戦の引き金になるのではないかと煽りがものすごく目立っているイランによるイスラエル攻撃についての解説をしておこうと思います。まず最初に結論から言っておきますが、これが第三次世界大戦の引き金になるとは私は考えてはいません。なので、いやいやそんなことはない、これは第三次世界大戦にもうなるんだと考えている人にとっては、ちょっと意にそぐわない内容なので、その点についてはご了承ください。まず最初にイランによるイスラエル攻撃ですが、用いられた兵器は正確な数についてはちょっと誤差はあるでしょうが、185機の大型突撃ドローン、110発の弾道ミサイル、そして36発の巡航ミサイルを用いられたと言われています。これらについてイスラエル当局は98から 99% の迎撃率を誇り、これらの攻撃を防ぐことができたと発表しています。このような大規模な攻撃といったものが大々的に報じられることにより、中東情勢はより一層緊迫化し、周辺国を巻き込んでの次なる中東戦争、そして中東以外の国々がこの戦いに参加することによって第三次世界大戦の引き金になるというのがよくあるインターネット上のざれ言です。私はそのように考えない理由というのをちょっと説明するのは後にして、今回の件どのような経緯をたどってイランがイスラエル攻撃を大規模に行ったかについてのお話をしておきましょう。まず話の発端として起こったのは、イスラエルが隣国シリアにあるイランの領事館を攻撃したことです。この領事館攻撃によってイラン国外にいた革命防衛隊のコッズ部隊と呼ばれるイランの対外作戦を指揮していた幹部たちが亡くなったと言われています。これはイスラエルがイラン側の動向をうまく把握し、ここぞとばかりに攻撃したと言われています。このような大使館や領事館といったものを攻撃する行為は国際法違反行為であり、イスラエルがやってはいけないことをやったわけです。ですからイランはこのような行為に対して報復する権利があると主張しています。まあそれはわかるのですが、じゃあなぜイスラエルがそのような領事館を攻撃したかといえば、それはイランがイラン国外に様々な武装組織を支援し、イスラエル攻撃に参加させているからです。イランが支援している武装組織としては、イスラエル領内にはハマス、それ以外にもフーシ派、ヒズボラ、そういった武装勢力があります。そして、それらイラン国外での武装組織に対する支援や軍事物資の供与について様々な差配を振るっているのが、イランの革命防衛隊のコッズ部隊の幹部たちだと言われています。ですから、イスラエルとしては、自分たちを狙っている組織のまさに黒幕として活動しているコッズ部隊の幹部を殺害することは、自分たちにとっては正当な行為だという考えがあります。つまり、双方が自分の方が正しいと主張し、どちらの方が 100% 白というような話ではないということです。もちろんイスラエルによるイラン領事館への攻撃は明確な国際法違反なので、どちらも全く褒められるような話ではありません。ですから、そのように攻撃を受けて幹部たちが亡くなったのだから大規模な攻撃を行おうという話へとつながってくるわけです。しかし、ここで注目しなければならないのは、こうしたイランからイスラエルへの大規模攻撃、その攻撃予告については、アメリカを通してイスラエル側にも伝わっていたというのです。そして、そのような情報がアメリカ側にもたらされた理由というのが、事態をコントロール不能にするようなことを避ける意図がイラン側にあると言われています。情報を受け取ったアメリカは、イスラエルだけではなく周辺のヨルダンやイラクへも情報を提供し、イランが攻撃する際には、その領空を航空機などが飛ばないように規制をかけています。その上で、イランの弾道ミサイル、巡航ミサイル、大型突撃ドローンがイスラエルへと飛んでいったわけです。この攻撃にはイラン本国だけではなく、それに呼応する形で、南からはフーシ派、そしてヒズボラも一部攻撃に加わったと言われています。しかし、イスラエルの外での迎撃活動なども行っていたと言われています。隣国ヨルダンなどにおいても戦闘機が領空侵犯したのではないかと言われていて、イスラエル領空外での迎撃なども見られたそうです。さて、このような攻撃で注目しなければならないのは、先ほども述べたように、イラン側はイスラエルへと情報が伝わることを最初から分かった上でアメリカを通して情報を流したという点です。イランとしては
味方の部隊の幹部たちがやられた以上、報復しないわけにはいきません。そしてその報復は大規模であればあるほど、自分たちの怒りをしっかりと相手側に差し向けたんだということを自分たちの国民向けにも説明することができます。ですから規模として非常に大きな規模だったというのはまさに世界中に報道されることからもわかるように、彼らの報復の意思、そして行動というものを実際に見せることには成功しているわけです。しかし、それによって凄まじい被害が出て、さあイスラエルから本格的な反撃が始まった場合においては、イランとしてはなるべく避けたいと考えているでしょう。なぜならば、イスラエルによる単独的な報復よりも、現在の情勢下においてはアメリカがかなり肩入れしていて、イスラエル国民がたくさん亡くなった場合においては、バイデン政権がイラン攻撃に支援を行う可能性があるわけです。だからこそそのようなことを避けるために、ある程度の被害を減少させる意図を持って情報を流したと考えられているわけです。このようなイランとイスラエル、アメリカ、それぞれの国の思惑といったものを見ていくと、決してこれが第三次世界大戦に向けて歯車が回っているといった感じではありません。もちろん不確定要素はあります。なぜならば、イスラエル国内の政治状況についても見ておかなければならないからです。今回イスラエルとしては防衛に成功した被害は非常に少なかったという話をしています。迎撃率98から 99% というのは私としてみれば大本営発表に分類されるもので、いわゆる過剰な戦果だと思います。しかし実際に多くの人が亡くなっているわけではない以上、人のいないところに落ちたであるとか、基地に落ちたんだけどその基地にはみんなが退避していて誰も被害を受けなかったというのであれば、人命の損失がなかったという感じで、イスラエルとしては自分たちはしっかり守ることができたんだということを言えるわけです。しかしイスラエル国内には攻撃された以上それに対しての報復をするべきだという意見が出ています。ただし、速やかに、そして大規模にやるかどうかについては、ここは不透明です。イラン側が300発程度の攻撃をしてきたんだから、これに倍返しだといったような話ではなく、報復はするんだけれど、これはおそらくは双方にとっては形だけのものになると見られます。そして、イスラエル側としてはそのように報復には報復とは出るんだけれども、規模については縮小せざるを得ない理由というのがあります。今回攻撃をある程度完封的な状況に抑え込むことができたことによって、イスラエル国民が燃えたげるような感じでイスランに対して報復攻撃をせよという世論が湧き上がっているわけではありません。イスラエル国内のいわゆる極右と呼ばれるような過激的な言動をしている人たちは政治勢力としてそれなりにあり、今の政権にとっても欠かせない存在です。それらの人々は確かに猛烈にイラン攻撃を主張するわけですが、しかしそれらの人たちをある程度なだめつつ、しかし国民の方も向いて事態を収めるというのが現在のイスラエル政権の方向性でしょう。イランはイランで自国の国民に対して報復はしっかりしたと言えるだけの規模の攻撃を行いましたし、イスラエルはイスラエルでイランの大規模攻撃はあったが、しかし我々は自分たちの国を守ることができた。しかもイランの脅威は実際に存在し、そして彼らはイスラエルを攻撃できる能力があることを私たちに見せつけたのだという国民の共通敵としてのイランの存在をより印象深くさせることができたわけで、双方の国々にとって政治指導者たちにとってはある程度コントロールできるような話へとまとまりつつあるわけです。といった具合にインターネット上で流れているような今回の一件をもってしてどんどんと状況が悪化するにつれて中東戦争の引き金、そして中東戦争が発展することによる第三次世界大戦へと発展するというシナリオ、それ自体は現在のところその兆候としてはあり得るかもしれないけれども、可能性としては非常に低いというのが私の結論です。さてここからはこのニュースに関連しての様々なポイントについて他の部分も解説しておきましょう。まず今回のイラン側の攻撃についての解説をしておきます。イランからイスラエルへの距離は1800キロ。この距離を到達するような兵器については弾道ミサイル、巡航ミサイル、そして大型の突撃ドローンの3種類です。このうち最も値段が安いのが大型の突撃ドローンで、これはロシアに販売し、そしてロシアがウクライナ攻撃に使っているシャヘドシリーズです。しかしこの兵器には一つ欠点があって、値段は安いんだけれども、しかしレーダーに捕まって、そして飛んでいるスピードそれ自体も低いものですから、しっかりと情報をキャッチすることができればこれを撃墜することはある程度可能です。一方で撃墜が困難なのがスピードが速い弾道ミサイル。
射程距離は最低でも1800キロ以上なければイスラエルへとは届かないわけですから、これだけの距離のあるミサイルは基本的には大型ミサイルに分類され、その金額は5億から10億、15億、20億と非常に値段の高いものも含まれています。今回の攻撃においては、新しい弾道ミサイルと古い弾道ミサイルそれぞれが混じった状態で、全体の総額としては判明していません。しかし、おおよその概算としては、イスラエルの半額程度の金額は兵器としては使用しただろうと言われています。では、イスラエルを基準にして半額というのであれば、イスラエル側の方は一体どれだけの防衛予算を今回の守りに使ったのでしょうか。現在、イスラエル側がそれについては概算を発表しています。イラン側の攻撃に対応するために使ったミサイル類、そして戦闘機の発進などに伴って、経費としては1200億から1300億円程度が使用されたと言われています。なぜそのように凄まじいお金が一気に兵器として使用されたかといえば、それは迎撃ミサイルはとても値段が高いハイテク製品だからです。主に使用されたミサイルとしては、アローミサイルというものが使用されており、これは知名度としては高いロケット弾に対する迎撃システムであるアイアンドームとはまた別のものです。アローミサイルの防衛能力は高いのですが、そのミサイル一発一発は5億、10億といったレベルの非常に値段が高いものであり、イランの撃ってきた弾道ミサイルを迎撃するためには、アイアンドームでは能力不足、そのためにアローミサイルを使用したと言われています。そして弾道ミサイルを迎撃する際には1対1ではなく1対2を使用すると言われています。これは1発が迎撃し損じたとしても2発目で確実に迎撃を果たそうという考え方です。イラン側の弾道ミサイルと巡航ミサイルの合計が150発程度。それに対して1発から2発を使うことによって、ざっくり言って300発近くのアローミサイルを使ったとすれば、それらが一発一発が何億円レベルというのであれば、やはり1000億は超えるというわけです。これだけの武器を消費するわけですから、当然のように一つの問題が発生します。このような大規模攻撃は、そう何日も継続して行えるわけではありません。ロシアによるウクライナ侵攻にも同じことが言えるのですが、ミサイルは非常に高性能で防御力が高いのですが、一つ一つの値段が高く、長期間の戦いになればなるほど補充が効かないものですから、持続的に防御力を発揮することは難しいものです。また、非常に大きなお金がかかるという点ももちろん大きな負担となります。今回の防衛にあたっては、イスラエルだけではなく、アメリカやイギリス、そしてその周辺国も協力した体制をとって迎撃にあたり、イスラエル一国だけで守ったわけではありません。アメリカの方は今のような戦闘状態じゃなかった時も、毎年のようにイスラエルに対しては軍事支援を行ってきましたし、これからもおそらく軍事支援を行い続けるでしょう。アメリカの議会においても、共和党は積極的にイスラエル支援をすべきだとして、バイデン政権を批判して、さっさと予算を組むべきだという話をしています。ウクライナ支援に対しては非常に消極的な共和党も、イスラエル支援には大賛成です。これはイスラエルという国家、そしてユダヤ民族がやはりアメリカ国内における経済や金融に非常に大きな影響力を持ち、実際に議員たちの活動に資金援助を行っているといったことも当然大きな影響力を持っているでしょう。最後に一つ余談をしておきます。今回の一件をもってして、イランという黒幕に対してイスラエルが直接的に対立しているわけですが、このような大きな構図を推し進めているのが中国だという説があります。これは中東情勢が緊迫化すればするほど、台湾情勢に対する関心や関与といったものを減らすことができることから、中国としてはロシアによるウクライナ侵略は長ければ長い方がいいし、中東でも戦争が起こってくれた方がより都合が良いから、中国が後ろで糸を引いてイランを操っているんだという話です。この意見については私は全く賛成しません。なぜならば、中東情勢を見た場合、ハマス、フーシ派、ヒズボラ、これらの武装勢力に軍事支援しているのはイランというのが定説であり、それらの部隊が使っている兵器というのも基本的にはイランが軍事支援してある程度世界の兵器市場から手に入れたものばかりです。中国は兵器市場においては安い物品などを積極的に海外販売している関係で、これら民兵組織に近いようなところでは比較的中国製の武器弾薬類などを見ることができます。しかしそれはお金を払って購入しているのであって、決して中国がさあ君たち中東をどんどん荒らしてくれと言って大量に武器を
無償供与しているわけではありません。中国にとって世界が荒れれば荒れるほど自分たちの安い兵器類がどんどんと売れて使用されて次のお客さんになってくれるという良い点はあるものの、だからといって積極的にイランを押しのけて自分が黒幕としてイランを操り人形にしているといった考え方はちょっとイランの主体性といったものを過小評価しすぎでしょう。イランは一応大統領はいますが、基本的には政治指導者は宗教指導家たちによって運営されているものですが、彼らにしてみても自分たちが中国の操り人形だなどと言われれば、彼らにしてみれば怒り心頭のような話だと私は思います。というわけで今回はイランによるイスラエル大規模攻撃、インターネット上ではこれを引き金として中東戦争、そしてその後の第3次世界大戦へと布石となるのだといった話などを広めている人もいるわけですが、私は全くそうではないという話を今回解説しておきました。しかし、そのような懸念がなかったとしても、現在の戦闘における攻撃側の方がやはり費用的には安く、そして長期的に見れば守るばかりの国の方がより厳しくなるというのはイスラエルにおいてもどうしても発生するものであり、専守防衛を掲げる日本などはこのような弾道ミサイルや巡航ミサイルといったものが大量にやってきた時、そしてそれに混ぜる形で大型の突撃ドローンが入ってくると、短期間であれば守りきれても長期間になれば迎撃ミサイルなどが当然足りなくなるし、予算についても膨大になってしまうことから、レーザーやレールガンといった従来の枠組みを超えた技術開発を求められるといった点などをよく考えておく必要があるでしょう。日本では軍事技術の開発には非常に反対の声が大きいといった面はあるのですが、しかし軍事技術の差といったものがまさに大きな抑止力を生むという事実もまた見逃してはならないのです。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。そして役に立ったなと思う方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。